はい、今回はリアルミニ四駆シリーズのディオマースネロを見た目重視で改造していきます。6代目にしてリアルミニ四駆シリーズ最後のマシンになります。第二次ブーム末期にあたる99年に発売されてからしばらく絶版になっていましたが、2021年に再販されたので、この再販版のボディを今回キットについているディスプレイ用のシャーシではなくって走行できるシャーシに乗せ替えていきたいと思っています。ちなみに一時期 VS シャーシが使われた走行用のキットも発売されたことがあって、今この段階ではそれと同じように VS シャーシを用意して乗せていますが、最終的には後継の VZ シャーシを合わせるつもりでいます。コックピットが定位置に収まったスタンダードな状態がターミネートモードで、コックピットを前に倒してボディを後方にスライドするとサーチモードになります。このマシンで変えたいと思っていたのがこのウィングですね。これ好みの問題だと思うんですが、ボディが可変したりコックピットの形とか見ても全体的に車から離れたデザインをしている中で、ウィングぐらいは角みたいな形から、車らしいっていうか現実的な形をしたものに変えて、この昆虫っぽい感じをなくしたいっていうのがあって、余っていたパーツの中からミニ四駆狼のウィングですね。これが割と違和感なく馴染みそうな形だったので、これに変えています。この透明パーツのランナーには素材の表記がないんですが、試したところ普通の PS 用接着剤が問題なく効いたのと、同じシリーズで同時に再販されたスピンバイパーの透明パーツには PS の表記があるので、おそらくこのディオマースネロも PS と考えていいと思います。そのスピンバイパーを作った時にも少し触れていたと思うんですけど、色付きの PS 素材よりも柔らかい素材感で、こういう穴を開けたり削ったりの作業で荒れやすくて、棒ヤスリでこすった後とかナイフで切り込んだ後とか、結構残りやすいんですよね。なので塗装前の表面の処理は少し面倒な感はありますね。ボディのメッキパーツで特に内部の土台になっているようなパーツは、ボディとコックピットの前後移動や、可動の都合で塗装を避けたかったので、できるだけメッキを生かす方向で進めています。で、ボディの可動ギミックがある状態でシャーシに乗ることになるんですが、当然走行中に稼働するわけでもなく、その重量物が余計に乗るだけなんですね。なので、よほどのファンでなければ、このボディを走行用として選ぶのは稀だと思います。もともと発売後から今に至るまで作例がかなり少ないマシンで、原因としてはその重さだったり、ブームが落ち着いていた時期に発売していたことや、絶版だった期間が長かったことも影響していそうですね。99年といえば、コロコロコミックの市場でも改造マシンの掲載が少なくなっていた時期で、コロコロ編集のミニ四駆ブックも前年のナックルブレイカーを最後にそれ以降は続いていないんですね。なので、今回ディオマースネロの作例っていうこと自体がもう割と見どころになると思っています。当時の〇〇サーキット攻略マシンみたいに、ディオマースネロの作例が掲載されていたとしたら、こんな感じだったんじゃないかっていう、想像で作るので、その頃の雰囲気あるマシンに仕上がると思います。多分僕みたいな物好きな人が突然思い立って作り始めたりしなければ、一生このマシンの作例は増えないっていうくらい元の癖が強いマシンだと思うので、僕の場合はこういう解釈でこういう風に作ったけれど、他の人だったらどう作るんだろうっていうのは結構気になるところなんですね。なので、もしディオマースネロ、再販版でも何でも持っている方にはぜひ作ってみてほしいですね。こんな感じでこのチャンネルでは懐かしい改造ミニ四駆を作るっていうことをやっています。ミニ四駆は走行させるだけではなくって、見た目を楽しむコンクールデレガンスっていうイベントもレースと同じように定期的に開催されているので、ミニ四駆に興味を持ったという方はタミヤさんの X やホームページで作品や開催情報もチェックしてみてください。どうでしょうか。ウィングを変えたことでかなり印象は変わったと思います。特にこのターミネートモードの、ノーズが前に出る縦に長いシルエットには合っていますね。先ほども言ったようにボディは素材の都合で荒れやすいので、サーフェイサーの吹き付けとヤスリ掛けを交互に行って落ち着かせています。
メカ部分は主にサーチモードでコックピットが移動したことで、見えるようになるモーター周辺を中心に、細部だけ水性塗料の半光沢の色で筆塗りしていきますが、スピンバイパーの時のように一旦すべてメッキを落として、好きな色で塗り直すのもいいと思います。ちなみに再販版のメッキパーツは、これメッキを落としてみるとわかるんですけど、黒い成型色が使われているようですね。パーツ選びもエアロミニ四駆シリーズのマシンが作例として紹介された際に割とよく使われていたローラーワイドマウントや中空ゴム小径タイヤを合わせた他に、シャーシ本体こそ VZ を選んでいますが、リア姿勢を VS シャーシのものに変えて当時間を出しています。VS シャーシを使わなかったのは、フロントバンパーの 84mm 幅の位置にローラーをつけるネジ穴が欲しかったっていうのがあって、ボディのノーズが前に長くて VS シャーシだと 84mm 位置に穴を用意するための、FRP プレートみたいなそういうパーツがまず干渉してしまうんですね。なら初めから 84mm 位置にネジ穴がついている、VZ シャーシを使った方が簡単にワイドなシルエットが作れるよねっていうことで VS シャーシを避けた経緯があります。シャーシの形が近い形をしているといっても、最近のシャーシは第二次ブーム以前のシャーシよりも、バンパーの幅が広くてローラーの高さも低くなっているので、今回みたいにシャーシを含めた全体の形や、パーツの取り回しの都合であえてシャーシを最近のものに変えるのもありかなと思います。 VZ シャーシに乗せる場合、モーター周りが細々と干渉する他に、このモーターサポートみたいなパーツがあるんですけど、モーターとボディに挟まれる形でそのままではつかないので、外してしまうか上半分をカットすることになりますね。